皆さん、こんにちは。今日もおすすめの漫画を紹介していきます。今日の漫画は、より要素と福岡グルメ要素が融合した沖野由依先生の水筒とです。しかし、最近、ゆりものの漫画の紹介が多いですね。他のジャンルよりもゆりが好きというわけではないのですが、最近はクオリティの高いゆりものが増えてきたのと、必然的に可愛い女の子が出るので、自然と読む機会が増えてきたのかも。さて、この水筒とですが、より要素はそれほどがっつりではありません。基本的には福岡グルメの要素が中心です。私が現在福岡に住んでいるということもあり、とても楽しめました。それでは内容の紹介をしていきますね。主人公はこちらのモモ。美人なのですが、インスタ映えするスイーツよりもがっつりしたご飯が好きな女子大生です。もう一人の主人公はゆず。モモの後輩で福岡のグルメに詳しい女子大生です。この二人の出会いはラーメン屋でモモが一人で食事をしている時、ゆずに話しかけられたのがきっかけです。そしてこの二人はそれ以来福岡の美味しいご飯を求めて待ち合わせをして出かけるようになり、そうして仲を深めていきます。漫画としてとても魅力的に感じたのが、漫画中に登場する店が本当に福岡にある店であることと、観光地として有名な店でなく地元の人が行くような B 級グルメも紹介してくれるところです。第1話からびっくり亭という店を紹介してくれるのですが、こちらは観光やデートで行くような店ではなく B 級グルメとして地元の人に愛されているお店です。このお店の魅力や料理の美味しい食べ方の紹介をしっかりしてくれて、かつそれを美少女が美味しそうに食べる、控えめに言って最高ではないでしょうか。また福岡と聞いてあまり皆さんが連想しないであろう釜飯の店など、福岡の隠れた名店の紹介などもしてくれます。女子ならではの2人でトレードして食べる楽しみ方なども紹介してくれます。この辺りもとても面白いですね。普通のお店の他にもテイクアウトで有名なお店の紹介もしてくれて、福岡のグルメを楽しむのにとても参考になること間違いなしです。そして食事の後のデザートと言わんばかりのちょっとしたゆり要素があり、読んでいて2つの意味でお腹いっぱいになります。こちらは先日コミックス3巻まで発売され、こちらの3巻で完結となりました。おそらくネタとしてはまだまだ描けたのではないかと思いますが、福岡のグルメはそれこそ数えきれないくらいありますし、結果的にはちょうどいいくらいのボリュームだったと思います。2人の恋の行方と福岡のグルメが気になる人は間違いなく買って損はしない漫画だと思います。そしてこの漫画を読んで福岡グルメを食べたくなったら、ぜひこの漫画を片手に福岡にご飯を食べに来てくださいね。今回の漫画紹介は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。